チメンバー、これをね抜いてつけることによってトレーラーを引っ張ることができるんですよ。とにかく今主が乗ってるフリードにはヒッチメンバーがついてるので、フリードからこの玉が出るので、ここに連結するとこれをね引っ張ることができるんですね。お疲れちゃん、主だよ。やってまいりました。 ATV 群馬。ここはなんかねキャンピングカーとかトレーラーとかの作ってる会社らしいです。それで主のフリードちょっと来て、ヒッチキャリアついてるじゃない。そこにこのヒッチメンバー、これをね抜いてつけることによってトレーラーを引っ張ることができるんですよ。ほんでね、今日はねちょっとねいろいろ作戦がありまして、トレーラーを見に来ました。なのでこれからちょっとねトレーラー見に行きたいと思うよ。果たしてどんなトレーラーが待っているのかな。始まるよ。今ちょっと車検証の情報とかをなんかチェックしてるそうです。お、はいはい。なんですか。一応測ってみたところ、はい、460の高さなんですね。はいはい、これがね。は地面からボールの中心位置。中心位置が。この高さで見てます。つけると460。460。はい。まああそこの下面が差し込みの下面が170あって、で下面なんでここですね。はいはいはい。ここからここの中心まで290ありましたので。それはいいんですか悪いんですか。うちのトレーラーが480が水平になるラインなんですね。なので低い。ちょっと下がる前に下がるけど、まあ問題はないかなというところです。OK ですね。はい。で重量も OK そうな感じ。重量はもう全然 OK です、ね。本当。楽しみですね。出力も足りていると思うので大丈夫だと思います。この辺はやっぱり、ホンダから諸減を請求して、そこで計算という形になりますので、今までの内容で言うと大丈夫じゃないかなというところです。よかったです。せっかくこれついてるから、でこれもなんかついてきたから使わないともったいないなと思って。これ標準で入ってたんですか。なんかね中古でヒッチが売ってたんですよ。そしたらなんか本当はあれをつけたかっただけなんですね。ヒッチキャリア。そしたらこれもついてきちゃったから。いや多分これ以上高いやつないんですよ。高さがね。高さ出るやつ。まあそうだよね。なのでわざわざこれトレーラー引くために用意したものだと思います。これ低いんで。未使用っぽいですよね。この辺は擦り傷とか全くないですね。ね、使ってないよねこれね。まあもったいないので。もったいないです。せっかくだから買いに来ましたよ。わかんないけど。はい。これもつけなきゃいけないじゃないですか。はい、ハーネスカプラー。はい、あ、それがないのか。ある。あります。ただまだ配線がされてないっていうことですよね。そう、それはじゃあ繋いでおけばいいですよね。はい、ちなみにこちらが規格あるの？はい、あります。2通りありまして大丈夫。じゃあこれ13ピンかまたは7ピンですよね。じゃあ7ピンをつけとけばいいですね。はい。だからもし取り来るときにこれもつけといて、はい、でルール決まってんですよね多分ね。なんかこれそうです。共通ですよね。はい、共通です。じゃあこれ通りにつないで引き取りに来るわけですね。でその時ナンバーついたら引き取りに来ればいいですね。はい。OK ですね。これはうちでつけます。それともこれ？はい。だってお金かかります。工賃がつけておきます。あ、わかりました。はい。はい。お金かけたくないですからね。まあ自分でできる分だったらね全然。今オプションをいろいろ値段をじゃあこれで傘を上げようとするやつですね。値段を。そうですね。夢を乗せるんであればショックアブソーバー必要かな。これ俺の夢には必要なやつ？新鮮なんで。オプションこんなです。結構ねお金がかかりますね。でもあれですよね。これはどうしても欲しいですよね。そうですね。それがない場合、例えば連結してない独立している状態で後ろから重い荷物を乗せようとするとバッタンコしちゃいますよね。シーソーのような。そうだよね。危ないですよね。これは工賃込みでこの金額で左右つくってことですよね。はい。なるほど。これはつけたいね。はい。それはもう入れていただきたいです。そうですね。はい。あとはいらないよね。
で納期が1ヶ月ぐらいなんですね。ですね。でお色は黒は黒がいいな。本当はこの色に塗ってほしいですけどね。塗れるかな。あれでも結構かかると思います。そうだね。自分でやるか。そしたら塗るんだったらこっちの方がいいね。それかあれですね。ステッカーじゃないですか。カッティングシートみたいなの？カッティングシートで同じ色のものをつけてでかいやつで貼っちゃってもいいです。もう貼っちゃってもいいですよ。いや冗談です。かかりますね。そうね。でも黒がいいですね、やっぱね。なので納期が黒だと1ヶ月ちょっと。ちょっと今、バックオーダーの状態なんですけど、車検は2年。はい。2年ですね。最初から2年です。はい。これタイヤってはい何インチ？タイヤはね、表に書いてある。 13インチ。13インチ。でオフセットゼロなので、あれホイールが選べない。選べないですね。そっか。補欠のオフセットゼロ。ゼロはなかなか効かないですよね。なるほど。いいですね。どうするの？買うの？買うの？結局トータルいくら？いくらこちょっと見積もってみ見ましょう。積もり出しましょうよ。はい。よかったら見積もりね。失礼します。今日。はいどうも。あ、失礼します。はい。そうだね、360、460だよね。オッケー。オッケー合ってました？460であれば、はい。気づいちゃうんで。ありがとうございます。はい、お疲れちゃん。そしたらね、やってまいりましたよ。これがトレーラーだそうです。ちょっと見ていこうか。これはちょっと小さいやつだね。ちょっとちっちゃいよね。ちっちゃい。こう届くぐらい。寝れないの？寝れないですね。で、これはでかいですよ。めっちゃでかい。これは長いです。これはもうね、4、5メーターあります。で、今回主たちが見に来たのがこの奥のこちらになりますね。この2台が同じ大きさかな。で、色が黒とシルバーがあります。で、これは軽自動車の枠になっているので、登録は軽自動車のナンバーで登録になって、長さは2400いくつで幅が1400いくつ K の枠になってるんだけど、これは結構広いね。これだったら大人2人寝てもさらにスペースがあるんじゃないかと思うので、何に使うんだって話なんだけど、寝るとか言ってどう寝る野宿、ここにテント張ってもいいか。そうそんでとにかく今主が乗ってるフリードにはヒッチメンバーがついてるので、これ分かる？ちょっとフリードからこの玉が出るので、ここに連結するとこれをね引っ張ることができるんですね。それで今回 ATV 群馬さんやってきてるんですけれども、社長さんともいろいろ説明をしていただいて、すごく詳しくお話をいただけました。見積もりとかも出させていただいて、ほんでなんか金額はまあいろいろね、オプションでアウトリガーをつけたり、あとはフックとかつけたりして、結果金額はゴニョゴニョっていうのが出ました。少し予算オーバー、だいぶかなとも思ったんですけれども、こちらのねスタッフの方とか社長も含めてすっごく丁寧で、でなんか何があってもなんとかなりそうな感じで、安心して買えるんじゃないかと思ってるので、まあ一応即決はしなかったのか、一回これを持ち帰ってまた家族会議しながらクイクイしようかと思ってるよ。はい、そしたらちょっと薄暗くなってきたのでそろそろ帰ろうかと思うんだけど、主がねこの後何を企んでいるかまた YouTube でね続きもやれたらいいなと思ってます。よし、今日はここまでにしよう。行くぞ、せーの、お疲れちゃん。